本日休館日、我が家のためにあるみたいなバスでしたねこれ。あ、上手。待て。オッケー。はい、いらっしゃいいらっしゃい。今日は枕崎だよ。枕崎。あ、いい匂いしてる。うん、いい匂いしてる温泉の。相模の。めっちゃ楽しみね。アメコ見たくない。長崎カステラで。はいはい。ケーキを作りたいと思います。めっちゃ突風が吹いてますけど。聞こえますか？すごい雨なんですけどね。あ、来てくれた。これ触っていいんかな。母ちゃんです。わかりました。再びもいいんじゃないですか。ちょっと滝が変、今回拭いてたものをそのまま下に入れたまま上にお釜を乗せて炊いてたみたいで危なかったねこれ。この横のコロッケなんですけど、これね隣のね女性の方がカゴにねどんどん入れていくんですよ。でね、横にいたおじさんが「それ美味しいの?」って聞いたら「美味しいですよ」って言って、でそのおじさんもめっちゃ入れてってんな。もしかして桜かな。青さ、玉ねぎ、チーズ、エビマヨネーズ。チーズ、エビマヨネーズ。すり身ってことか。すり身って何回も言ってない。なんかすごいとこやね。川の中にこんなでかい石食べましょう。オーシャンビューズ、オーシャンマウンテン、オーシャンマウンテンじゃない。オーシャンマウンテン、海と山みたいな。じゃあかんちゃん、はい。ナギの2回目の運動も終わって、はい、今日はよく走りました。もうナギはもう疲れて、もう寝てます。ね本当疲れたみたいですね。でこれからですね、温泉に行こうと思います。この道の駅から3分ぐらいのところ、昨日ね昨日3分ぐらいのところの温泉だと思ってたところに行こうと思います。さっきねドッグランでお会いした女性の方にいろいろ教えていただいて、熊本の情報いっぱいいただきました。嬉しい、ありがとうございます。アドリアのキャンピングカー乗られてるねえ、すごい。いやすごいね、本当に。あ、でもなんか結構なんかキャンピングカー乗られてる方多くないです。まあワンちゃんと会うから多いのかな。まあそうだね、確かにね。でもまあなんかすごいなと思って、なんかご主人があんまり運転されないそうで、奥様の方が運転ずっとしてますとか言って、一人でね、アドリアをねすごいなと思って、かっこいい、本当に思いました。でその方にね教えていただいたのが昨日行こうと思って勘違いしたところですね。これから3分ぐらいのところの温泉に行きたいと思います。四季の名前が四季の森っていうのかな、ホテルだと思うんですけどね。はい、じゃあ行きたいと思います。ちょっと汗かきましたからね、すっきりしてきます。
かちゃん、はい四季の森に着きました。はい本当に3分ぐらいですね。歩いてこれる。本当に昨日は何だったんだろう。でも昨日はね、本当に行ってよかったなと思うんで、はい思いますはい今日は今日で楽しみたいと思います。じゃあ温泉行ってきます。お昼間の温泉最高です。今ここですね、現在地ここで、道の駅は乗った道の駅あれやな、あそこですね。道の駅は俵山峠展望所かな、あそこへ行ってみようかなと思ってます。熊本市の方に向かっていくところにあると思うんで、今日はね熊本市から高速道路に乗ってで鹿児島の方に行くので、あそこですね、熊本のインターチェンジから乗るんで、この俵山っていう展望所に行って阿蘇をね一望したいなと思ってます。ここですね。でも駐車場は向こうでいいみたいね。大丈夫みたいね。はい、四季の森これですね。じゃあ温泉行ってきます。母ちゃん、はい。四季の森温泉どうでした？よかったです。それしか言わない。よかったですね。道の駅1風呂だけやったけどね。1風呂だけですね。で全然癖のない温泉で、たまりました。で循環とかけ流しとっていう書いてあったかな。で3時間で入れ替わるそうです。そうなん。かなり読んできましたよ。いつもあんまり読まないんですけどね。じゃあここからですね、阿蘇をね堪能したいなと思って、展望台、熊本インターチェンジの方に向かっていく展望台があると思うんで、そこに行って、でそこからですね熊本市街を抜けて熊本インターチェンジから高速道路に乗って、今日は高速道路のパーキングで車中泊をしたいなと思ってます。はい、じゃあまず展望台行きたいと思います。展望所、車で行くんじゃなくて歩くんかな。ここに止めて歩くんやな。お母ちゃん、はい。俵山峠はい展望所に来ました。はい。で車でね、そのまま駐車場止めたら見れるのかと思ったんですけど、でもね歩いて登っていくみたいですね。ここから歩いてどれぐらい歩くのか全然わかんないですけど、歩いていきます。お母ちゃんすごいで景色。おお、すごいな。ここは今熊本インターチェンジに向かってる途中のふるさと市場で、今日の夜ご飯買い物をします。で今日の夜はね、もうお弁当みたいなものを買って、今朝もね早くって、で本当はね二度寝しようと思ってたんですけど、それができなくってもう眠いんで今日はもう簡単に夜ご飯済ませて早めに寝ようと思います。はい、じゃあ買い物行ってきます。宮崎県に
中泊をしようかなと思ったんですけども、なんかちょっとねはっきりしないんですけど、この九州道っていうのかな、これが今夜からですね通行止めになるみたいなんですね。8時からで、今7時13分なんですけど、結構ギリギリで走ってるんですけど、でこのサービスエリアが利用できるのかどうかがわからないんですね。今都城で出て、明日宮崎から鹿児島の方の桜島の方に向かっていこうと思ってたんですけど、今日ですね、もう宮崎のその都城で降りて高速道路をですね、あともう40キロぐらいなんで、都城のねなんか温泉とか、本当は宮崎でね夜を越すつもりはなかったんですけど、まあ宮崎でとりあえず一泊どこか道の駅でするのもいいかなって今話してて、でまあもう都城まで行こうかなと思ってますね。やっぱりこの辺り景色がねもう変わってきましたね。なんかこう山の形もすごく変わったね。まあ面白いですね、こういうのね。まあもう宮崎の都城まで行こうと思います。はい、気をつけていきます。都城ってすごいな、名前がね殿さんしか行かれへんのじゃん。すごいこと。母ちゃん、はい。ここは宮崎県の都城市。すごいね、宮崎県初めてですね。で予定では霧島サービスエリアで車中泊するつもりだったんですけど、もう一気に走っちゃいました。まあなんか通行止めになるとかいろいろあって、もう一気に走ってきました。でここは都城温泉、はい。都城温泉は都城温泉。都城温泉ですね。はい、ここは都城温泉です。都城市のどの辺りに位置するのか全くわからないんですけど、結構有名な温泉。なんかすぐ出てきましたね。はい、なんかお湯がいいということだったので来てみました。はい、まあ温泉2回も3回も入らなくていいんですけどね、1日せっかくなので入りたいなと思って、はい、じゃあ行ってきます。晩ご飯まだですけどなんでさっき温泉やねんね。月曜日にしたらすごい車の量だよな。ほんまにびっくりするわ。でこういう感じのとこやねんな。またちょっとなんかすごいねな、レトロな感じやな、本当に。お風呂、ちょっと混んでて、湯船も大きくなかったな。だからなんかね、サウナと蒸し風呂っていうの、蒸し風呂みたいな、サウナかな、だからそれがね多分充実してるんだと思うんですね。で私たちねサウナとかあんまり入らないんで、下調べせずに来たんですけどねもちろんなのでサウナとかあと水風呂はめっちゃでかかったです。だからそのサウナ好きな方はめちゃいいやろうな。レトロな感じですね。昭和レトロな感じがすごい残ってるんで、まあ人を選ぶからまあでも重曹泉でだからツルツルしてたお湯が、お湯はね良かったと思います。ただねちょっと混んでて地元の方が多いんで、ちょっとこう入る場所を探しながらっていう感じになるかなと思いますね。はい、でも楽しみました。地元のなんか大衆浴場みたいな、銭湯に来たっていう感じで、そうね、楽しかった。それはそれで本当に楽しく入ってきました。はい、じゃあ道の駅都城に行ってみましょうかね。っていうか全然わからないですよね。本当にね通過する体でね何も調べてないんで、ここもそうだったんですけど、ちょっととりあえず行ってみたいと思います、道の駅で。はい、じゃあ行ってきます。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は13分です。運転お疲れ様でした。これやな。そうだね。なんかやっぱ綺麗だね。華やかな感じのとこやね。えらい。
母ちゃんこれは何ですか？これはレンジでチンです。またレンジでチンの豚汁ですね。豚汁好きなんだけど、でちょっと時間がないから今日はスーパーでこれね。購入させてもらったんですが、こんなんなんだね今。お汁ない。ないね。うん中から出てくるね。なるほど。では。じゃあいただきましょうね。はい、これはですね、カジキマグロのお刺身ですね。で、これはトビウオのお刺身です。で、これは豚汁。これスーパーで出来合いに買いました。で、この辺りはお惣菜を買いました。で、きゅうりは浅漬けにしてもらいました。家内にね。はい、じゃあ今日もこれでいただいてと、ただいまの時刻ですけれども10時15分ですね。かなり遅い。かなり遅いな。今日はね、移動ね、なんかね、変な移動したね。まあでも都城、今私たちは道の駅都城にいるんですけれども、ちょっとワクワクするね。やっぱりね、宮崎県。そう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 。やっぱり遠いイメージあるね。宮崎県とか鹿児島県って言ったら遠いなって思う。まあ熊本も遠いけど、なんか熊本なんとか行ったことあるからなんかちょっと親近感があるというか。そうかな。なんかくまモンと一回ねステージで一緒だった時があったからね。だからそれで親近感があるのかな。はい、じゃあいただきましょう。今日は米ねちゃんと炊けました。昨日やっぱりおかしかったみたいですね。下にねウェットティッシュみたいなものがね詰まったままやってたんですよね。あれ危なかったですね。じゃあこれでねいただきましょう。お母ちゃんカジキマグロから食べますか？美味しい。鮮魚店だったしね。鮮魚店やったね。じゃあカジキマグロいただきます。美味しいやん。ね、母ちゃん次食べようよ。こんなに結構でっかく切られてんねんな、これ。めっちゃ贅沢。切り身が入って。この丸っぽこれで食べるってことか。どうですか？なんかちょっともちもちしてる。じゃあトビウオですね。いただきます。そやな。あっさりしてんな。そのなんか癖があるわけでもなく。おかずがね。ギョロッケ食べたいな。なんか意外と美味しかったよね。ギョロッケがさ、女性の方がさ、めっちゃ買ってはったやろ。ねえ。初めなんかの桜かなと思って。桜。で母ちゃん聞いたら「いや美味しいですよ」って言うから余計桜に行こうで。そう美味しいですよって言って。でその後美味しいんですかって聞いたおじさんもさ、アホみたいに買ったやろ。買った。だからなんかちょっとおかしいなと思って。ちょっとなんか話ができちゃってんじゃないのこの人たちって。あの男の人も桜やったんかな。ギョロッケの宣伝。ギョロッケの宣伝。でもなんか食べたらうまかったよ。ほんまやってんな。最初なんか恐る恐るちょっと食べたんだけど。ギョロッケな。うまいな。で今日はなんかご飯ね食べながらあれギョロッケ食べたいな。そうギョロッケ食べたいなと思ってギョロッケないかなと思って。ないんやなこれ。買いに行かなんか。遠いわ。またナギが裏返ってますね。長いここから始まってこんなに長い。秋田県ちゃんよりもナギの方が体重が重かったっていうのはちょっと大きかったね。考えもんやね。
母ちゃん、はい。コーヒー入りました。遅なりましたね。もうただいまの時刻は11時18分です。遅くなりましたね。お疲れ様でした。にゃんは今日疲れてるな。今日ずっと寝てるね。珍しいこんなんしてくるの、ねでも最近珍しいでずっとなんかそんなんなってるな。もう珍しくないんやね。ああ、眠たいです眠たいわちょっとねお昼寝かなんかちょっと、ね、そうするつもりやってんね今日は。だから早く起きて、日の出ぐらいの時に起きて、そうで今日日の出ね結構綺麗、クリアに日が出たわけじゃないんだけど、こうね幻想的な日の出でしたよ。でそっからねもう一回寝るわって言ってたんですよ今日。もう結局起きて遊びまくってた結局はそのまんまなぎねのなでで秋田県ちゃんに2年ぶりに会ってな、気づいたらね、もう10時やってさで10時からお蕎麦屋さん開いたからな、お蕎麦食べに行ってたら結局もうそんな寝てる暇なんてねえみたいな。じゃあ何食べますか？シフォンケーキ。なんかこれ系好き好きやね、シフォンケーキな。あんまりなんか甘いのとかじゃなくていいねんけど、言うてもアンパン食べるけどなめっちゃなんか言うてることめちゃくちゃもうこれ切れるな。それいつまで？12日。これ全部12日で切れる。これじゃない？これな、これは母ちゃんだよね。なんかチーズクリーム下に入ってるから。なんでずっと落としてる？寝てた。もうね、眠たいから見てたけど寝てた。アップルパイが好きやもんね。アップルパイ好きやな。青森行ってリンゴをいっぱい買った時に食べきれずにアップルパイ作りまくったね。だからあれやろ、アップルパイ母ちゃんが作り出してでそれでハマって食べ出して、だからアップルパイってもともと俺食べへんかってパイとかも嫌いやとか言って食べへんから母ちゃんがアップルパイ家でなんか試作みたいにバンバン作ってなんであんな作ってんのか知らんけどめっちゃ作っててでそれをずっとどうや言うて食べててでそれでハマってアップルパイなんかもういつもそんな感じやな。もう添加物は一切抜きとか急に抜かれなんか徐々に抜かれ急に全部カットされでも食べに来たらほら好きなもんね、食べてるからこれでもないと思うよ全部もう裏に何入ってるかっていう見る癖までつけられてる一応賞味期限だけね。賞味期限ね一番気にせえへん絶対腹壊せへんとか言って前腐ったん食べて腹壊しとって食べてこれ腐ってんなって思ったけど食べたんやろ。そんなんせんでもええのに食べて夜中お腹痛い言うて珍しいわ私がお腹痛い言うのとか言って自慢しとって腐ってたもんな大体同じもん食べても母ちゃんはいけるけど、俺はもう絶対あかんっていうのが多いけど、もう母ちゃんがお腹壊して俺死んでんって感じそんな。いや腐ったもん食べたらどうなのかなと思ってなんか聞いて恐ろしかったよ。ようそんなん食べるなっていけると思ってんって言っていけるわけないよそんなもう見たらわかるやん。もう
日本はでもう見たらってなるようなよう食べるでよもう怖いよ。なんか下おるから動かれ外じゃないでよう似た色やから、ただいまの時刻はなんと12時43分。めっちゃ遅い、一番遅いですね今日もうね、予定外に宮崎県の都城まで来たので、少しじゃないな、かなり遅くなりましたね。明日はね鹿児島の方に向かって南下していって、道の駅垂水あたりと桜島ぐらいまで行くかなと思うんですけど、道の駅垂水はね鈴との思い出がたくさん詰まってるんで楽しみにしています。はい、じゃあ今夜はもう寝たいと思います。もう本当に寝ないとダメですね。明日の朝はねちょっとゆっくりめに起きようかなと思ってます。はい、じゃあおやすみなさい。よし。ちょっと寝たかね。今日はね一回も起きませんでした。はい。それは蚊の問題。おらんかったね。蚊いなかったしね。ちょっと肌寒いかなって感じはしたけど。俺寒かったわ。ああ。朝鼻ぐずぐずと。あ、そうか。手袋しんかったんか。なんか寝る時そんな寒くなかったからさ。結構上毛布一枚だけやって。ああ、そうか。それ快適に寝たつもりやった。めっちゃ寒い。じゃあ早くから起きとったね。なあ、早かった。うわ、暑くなりそうやな。せやね、もうすでにみんな半袖やね。うわ、めっちゃ強い。おはようございます。今私たちは道の駅都城にいるんですけども、今物産館が開いたみたいなんで行ってこようかなと思います。名前がニクルかな？都城に来る？っていうことなの？わかんない。そういうことか。だからニクルっていう風にローマ字かなで書いてあるんですけど、それが家内曰く都城に来るっていうことじゃないかっていうんですけど、知らんけどもし真相を知ってたら教えてください。じゃあ行ってきます。